新幹線の話。新幹線のことをどれぐらい知っていますか？今回は新幹線の話をさせていただこうと思います。新幹線、これ地図の方をね、見ていただきたいんですけれども、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線に山陽新幹線、九州新幹線ということで、まずね、こういうふうに代表的な新幹線、ちょっと今、クリックしてさせてもらってますけれども、こういうような感じで新幹線、日本全国ですね、今走っているわけですけれども、これの最初のスタートですね。新幹線誰が誕生させたのかっていうかですね、そのキーマンのことについてお話をさせていただきたいと思います。まず国鉄側と政府ですね。まず見ていきますと、まず一人はご存知の通り、そごうさん。東海道新幹線の実現に尽力されました。もう一人は、これね、佐藤栄作ですね。総理大臣をされましたけども、当時は大蔵大臣をね、しておりました。もともと国鉄のね、官僚であって、大阪鉄道局、今もうヨドバシになってますけども、大阪鉄道管理局のところですね、それが局長をしていました。もう一人は、島秀夫さん、宇宙開発事業団のね、理事なんかをされましたけれども、国鉄の場合では蒸気機関車の方のね、T51 型とか C58 型の設計をされた方というふうに、申し上げれば分かる方も多いんじゃないかなと思います。次、新幹線歴史ですね。これを概略を見ていきたいと思います。昭和31年から昭和33年まで。まず、昭和31年5月30日に、超特急列車構想というのをですね、発表します。3時間で東京、大阪間運転できるじゃないかというですね、構想だったんですけども、今では当然当たり前なんですけども、当時にしてみれば、7時間半東京、大阪間かかってましたので、その半分以下のですね、スピードで行けるなんていうのはありえないというふうなですね、思いがあったと思われます。で、その後、そごうさんの、指導のもと、指揮のもとですね、こういう風な感じで、調査会がですね、進められていくようになります。ただ、昭和33年にはですね、作家の阿川博之氏が、新幹線はいらないんじゃないかということでね、新聞に発言するなして物議をかまします。さらに、昭和33年の9月にはですね、世界銀行からお金借りたらどうかということで、その方向で進むことになります。同じく昭和30年に入りたいと思います。ここでですね、運輸省が引っ張れる感じなんですね。鉄道建設審議会の方で、新幹線は新規路線じゃないのかという話が出るんですけどもですね、国鉄はこれはあくまでも線路を増やすんだという位置づけでですね、突っ張れまして、それで審議会の方もですね、やむなくそれでは仕方がないなという形で、追認するという形になります。10月の8日には、新幹線の加え式ですね、ここで行われて、スタートが国家実施スタートします。で、こういう感じで進んでいくんですけれども、次、昭和35年ですね。今回から前半後半に分かれていきます。ちょっと多いのでね。ここで4月にですね、新幹線局、幹線局で言ったんですけども、これは新幹線総局ということでですね、組織がさらに大きくなります。ただ、この大きくなった組織ですけども、昭和39年にですね、一度38年だったかな、38年に、降格して、また局に戻ります。予算がオーバーしたということでですね、その責任を取らされて、一旦小さくなります。次、昭和30年後半ですね。ここでですね、日はちょっと不明なんですけれども、深夜帯に新幹線のですね、コンテナ貨物の構想が発表されます。
他にもですね、いろいろな、開発というか、技術開発がですね、行われていくのは、こう見ていただければわかるかと思います。次、昭和36年ですね。進んでいきます。ここで岐阜羽島駅の設置を決定ということでですね、出てくるんですけども、岐阜羽島の駅っていうと、人によってはですね、政治駅というか、無理やり駅を作ったんじゃないかという意見が多いんですけれども、実はこれ、もともとは大垣付近のですね、関ヶ原付近のですね、降雪対策という意味合いがあったわけですね。そこで、名古屋まで行くのではなくてですね、混雑時なんかに、ここでですね、運転整理を行うための対比の駅としてですね、岐阜羽島の駅を設置することにしたということですので、あくまでも政治的な意味合いはですね、なかったというのが、現代の、常識というか、これが本来の姿です。で、ここでですね、他にも新幹線を試作、コンテナ移動機を試作とかね、こういうふうにやってまして、人によってはですね、新幹線の貨物輸送は当初からなかったんじゃないかと、そういうような目的じゃなかったんじゃないかという意見があるんですけれども、実際にはこういうふうに試験しておりますので、新幹線の、貨物輸送ですね、当時は実際に考えられたんじゃないかなというふうに考えております。そごう総裁が7月にはですね、菅井銀行で、お金の方ですね、融資を受けるために、渡米しております。で次、後半の方行きたいと思います。新幹線の在来線輸送のため、これ新幹線の車両をですね、運ぶために、横浜から神宮の間で、限界測定車をですね、作って走らせてみたということですね。で新幹線の統計計画が決定して、工事としては、新幹線は、60ヘルツと2万5000ボルトで電力化しますよということが決定します。それではですね、昭和37年前半のですね、を見ていきたいと思います。仙南線で、こういうふうなですね、回路の試験とか、いろいろな試験が行われていきます。新幹線の大阪駅、これ新大阪駅のことですけども、行動が決まりましたので、ということで申請されたりとか、やっております。新幹線のですね、都市の方もここで3月に決定しております。で、軌道の起工式ですね。線路を引くのが10時から鴨宮の基地で始まりました。ここでですね、新幹線が、モデル線の方ですね、運ばれていくと。で、5月の26日ではですね、船でですね、神戸から、横浜港まで、船で新幹線が運ばれたということでね、こういう写真とか見られる方もおられるかもしれません。で、ここで新幹線の、旅客電車180両製作となっているんですけども、実際開業に使われた新幹線は360両です。なぜ180両かと言いますと、最初6両編成でですね、実は試験を行ってまして、その後開業前にですね、追加で必要となる、ビュッフェですとか、一等車ですね、当時の。そういうのを180両追加で同備しまして、開業時には12両編成の360両ということでね、30編成が作られることになります。
ここから随時ですね、新幹線の、走行試験が始まっていって、110キロを記録とかね、160キロを記録しましたみたいなことが出てきます。ここで書いてる B 編成というのはね、4両編成の車両で、これはその後電気試験車に改造されて、ドクターイエローの5000の差みたいなもんですね、これ使われておりました。A 編成の2両編成の方はですね、救援車ということで、開業後は予備車のようになってしまいまして、こちらの方につきましては、昭和49年前ですね、一度も運用されることなく、浜松工場で解体されています。同じく昭和38年前半ですね。来社は米国大使が新幹線電車を見学とか、いろいろと出てきます。3月16日はですね、昭和38年の3月には、東海道新幹線に貨物はですね、当分走らせないよということで決定したということで、出ておりますので、ここからの話でですね、皆さん新幹線通してなかったんだと、貨物の方はね、そういうふうに思われている方も多いかと思いますけれども、このように当初発車する規約額自体はあったというところは、しっかりと、覚えておいていただきたいなと思います。4月24日にはですね、関西の方ではご存知の方多いと思うんですけれども、阪急が、現在の山崎のあたりですね、並走している区間、ここを新幹線の線路を借りてですね、走ったというところです。ここですね、6月21日には、編成両数は12両に決定しましたということでね、1日30往復程度というところで出ております。次38年後半の1ということで書かせてもらってます。最終的に7月1日にですね、量産電車の車両編成、座席配置など、と職も決定しましたということで書いてます。で、ここで、これ私も知らなかったんですけれども、50サイクルの試験をですね、1回実施しているみたいです。7月の23日には、工事不足の責任を負ってですね、新幹線総局は新幹線局というふうに格下げとなっています。ここでもう当時は石田さんに、総裁変わってるんですけども、石田さんにしてみたら、新幹線の建設というのは、正直言って不本意だったんじゃないかなということで、後でまたご説明させていただきます。次が昭和39年ですね。ここで1月に、新幹線局を新幹線車ということで設置することが決定しておりまして、ここで、新幹線各駅は、現代線の私車鉄道会議を主力としたということで、ただ、新幹線組織の方ですね、自体は新幹線総局の、新幹線車の方ですね、いうことで、なりました。
新幹線の正式名称は東海道本線新幹線と呼ぶことに決定しましたということで、ここで、新幹線ですね、あくまでも東海道本線の延長であるという考え方になります。ここで6月17日に新幹線における処罰に関する特例法ということでですね、これができます。あと6月18日には新幹線の特急料金が決定されます。当時はですね、光号は超特急、これが特急ということでですね、なってまして、A 料金、B 料金、C 料金だったんですけども、A 料金は、いいか。次39年後半いきます。7月7日には超特急光、特急こだまと、命名すると、発表が行われました。7月の25日に現業職員の制服決定となっているんですけれども、新幹線の制服の方ですね、後の国鉄の、一般の制服と同じベースになるんですけども、の生地でですね、作られました。で、東海道新幹線建設工事の殉職者慰霊碑樹幕式がですね、9月の22日に行われております。晴れてですね、新幹線が10月の1日に開業します。石田総裁がですね、テープカットをして大阪に向けて出発するんですけれども、新幹線の生みの親であるそごう氏はこの開通式には呼ばれることはありませんでした。その後の祝賀会のみ出席していますけれども、島木市長に至っては、いずれも呼ばれることはありませんでした。これはですね、東海道新幹線自体、石田総裁自体も、あまりどちらかというとですね、懐疑的で、引き受けたくなかった、厄介なものを引き受けたんじゃないかなというふうに思っていた節がありますし、実際世間でもそのように思われていたのが現状でした。そこで豆知識ということで、新幹線は世界の問題ばかりになるということで、誰もがですね、その採算性に期待しておらず、作家の阿川博之氏はですね、万里の長城とかピラミッド、1000回まで並んでですね、無用に長物になるんじゃないかという発言をしたそうで、新聞に載ったということでですね、非常に物議を交わしました。まだ当時の世論ではですね、新幹線が高くて庶民がとても乗れるものじゃないということで、建設には反対であるという意見も多くありました。実際には、経済の発展ともにですね、新幹線は誰もが気軽に利用できるようになりですね、そのため、当時はですね、昭和39年のダイヤというか時刻表を見ますと、一部に急行とか準急がですね、残っておりましてですね、1年後には廃止されちゃうんですけれども、新幹線の利用が増えて、九州直通の列車を除いて、どんどんね、廃止されていくようになりました。建設当初は誰が乗るんだということでですね、非常に危惧されたんですけれども、結果的にはですね、多くの利用者に支持されることになったということですよね。最後ですね、ご覧いただきありがとうございました。この動画がですね、気に入っていただきましたら、ぜひとも登録の方お願いいたします。ありがとうございました。